今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日は大好評だったオノマトペシリーズの第2弾です。前回は日本人が毎日のように使うオノマトペを20個紹介しました。そして今回はその続き。新しく20個のオノマトペを紹介します。皆さんはもやもや、ギリギリ、そわそわ、ぎゅうぎゅうという言葉を聞いたことがありますか？日本人はこういう言葉を毎日のように使っています。実は日本語には4000種類以上のオノマトペがあると言われています。もちろん全部覚える必要はありません。でも今日紹介する20個知っているだけでも日本人との会話がぐっと自然になります。今日は一つずつ意味を日本語でゆっくり説明していきます。できるだけ簡単な日本語を使うので、ぜひリラックスしながら聞いてください。ところで、この部屋に飾ってあるこの絵は、私が、何歳の時かな？多分5歳ぐらいの時に描いた絵になっています。だいたいね、100万円ぐらい、いやもっとかなわからないけど、それぐらいの価値があるものですが、もしね、買いたいという方がいたら、メールをお待ちしてます。冗談ですけど。はい。本当にね、可愛い絵ですね。途中でこの言葉は知っているというものがあったら、ぜひ心の中で一緒に答えてみてください。それでは、日本人が本当によく使うオノマトペ20選始めましょう。一つ目、もやもやです。もやもやは心の中がすっきりしないときに使う言葉です。怒っているわけではありません。悲しいわけでもありません。でも何かが引っかかっている。なんとなく気になる。そんな気持ちを表します。イメージとしては、心がね、すっきり晴れていない状態。なんとなく心の中にね、雲がいっぱい、あって、何かね、ちょっとね、何かすっきりしないなーっていう、そんなイメージですね。もやもやするです。例えば、なんかもやもやするんだよね。これは本当にね、日本人がよく使う表現です。理由は説明できないけど、気持ちがすっきりしない。そんな時によく使います。例えば、昨日友達と話したんだけど、あの言い方が少し気になって、今もモヤモヤしてるんだよね、とか。あの時、彼氏に言われたその一言、ずっとモヤモヤしてるんだよね、とか。なんかモヤモヤしてきた、とか。こんなね、使い方をします。皆さんも日本語の勉強をしていて、なんとなくわかるけど、説明できない。そんな時はありませんか？きっと、ちょっとモヤモヤします。ということができます。日本語のモヤモヤは曖昧でとても便利な言葉です。二つ目は、そわそわです。そわそわは落ち着かない様子です。じっと座っていられない。何度も時計を見てしまう。何度もスマホを見てしまう。そんな時によく使います。例えば、明日は日本旅行だから今日はそわそわしてる。
旅行の前日は楽しみで眠れない人もいますよね。そんな時に使えます。あとは不安な時にも使えます。今日は面接があるので朝からそわそわしています。つまりそわそわは楽しみでも緊張でもどちらでも使えるオノマトペです。イメージ的にはなんとなく心がね、なんて言うんだろう、そわそわ。落ち着かない感じですね。落ち着かないけど、別になんか嫌なネガティブでもなければ、ポジティブでもないというか、比較的ニュートラルになんか心の中が落ち着かない状態を表すオノマトペのような気がします。はい。3つ目は、ハラハラです。ハラハラは、大丈夫かな？失敗しないかな？そんな気持ちで見守っている時に使います。例えば、小さい子供が一人で電車に乗っていたら、少し心配になりますよね。そんな時は、見ていてハラハラしたと言います。もちろん、スポーツでも言います。最後までハラハラする試合だった。映画やドラマでも使えます。ハラハラする映画だったね。皆さんは日本のアニメや映画を見ていてハラハラしたことがありますか？私は意外とスリラーを見るのが大好きなので、アメリカのね、ドラマや映画を見てよくハラハラしています。ちょっとね、怖いシーンは見ることができないので、見ないようにするんですけど、そんな時は本当にハラハラしますよね。ちょっとね、心配になるような、そんなオノマトペですね。4つ目は、ほです。ほは安心した時に使います。緊張が終わったりとか、心配していたことが終わった。そんな時です。例えば、試験が終わってほっとしたとか、家族が無事に帰ってきてほっとしたとか、仕事が終わってほっと一段落つける。日本人は安心しましたよりもほっとしましたということがとても多いです。皆さんも日本へ旅行したらホテルに着いたとき、やっと着いた。なんだかほっとするねと言えるかもしれません。はい。なんとなくね、はひふへほのほの音はちょっとね、優しい音ですよね。なので、ほは本当にポジティブで、なんかね、安心するっていう意味があります。他にもほのつくオノマトペがいくつかありますが、安心感があるというか、優しい感じのイメージがなぜかありますね。5つ目は、ウキウキです。ウキウキは、嬉しくて、楽しくて、気持ちが弾んでいる様子です。例えば、明日はディズニーランドへ行くので、ウキウキしています。新しいカメラを買って、ウキウキしています。子供だけではありません。大人もよく使います。旅行の前、好きな人と会う日、プレゼントをもらった日、そんな日は、今日はウキウキしていると言います。ウキウキは多分、浮くという言葉から来ているかもしれません。なんとなく楽しい気持ちがありすぎて、心が浮いているような、そんなね、オノマトペかなって思います。皆さんは日本へ旅行する前、ウキウキしますか？私は旅行の前日はいつもウキウキしています。6つ目はビクビクです。ビクビクは怖くて何か悪いことが起こりそうで緊張している様子です。例えば、犬が苦手なのでビクビクしてしまう。
先生に怒られそうでビクビクしていた。もし日本語で間違えてしまったらどうしよう。そんな気持ちになったことはありませんか？そんな時もビクビクしていますと言えます。もちろん日本人は皆さんが日本語で話してくれるだけでとても嬉しいのでビクビクしなくても大丈夫です。そして7つ目。7つ目はキョロキョロです。キョロキョロは、あちらこちらを見る、あちこちを見る様子です。首やね、目を動かして右を見たり左を見たり、周りを見たりするときに使います。例えば、駅で友達を探してキョロキョロしちゃった。初めて東京へ来たので、ずっとキョロキョロしていました。知らない場所に行くと、いろいろなものが気になりますよね。私も海外へ行くと、ついね、すごいってね、こんな感じでキョロキョロしちゃいます。ちなみに日本では、キョロキョロしないでってね、お母さんとか、ちょっとね、年上の人に言われることがあります。先輩とかね。それは落ち着いてとか、そんなに周りを見ないでという意味になります。確かに、日本ではないけど、海外だとキョロキョロしていると、あなたがね、観光客だっていうことがすぐにバレちゃって、もしかすると悪いことをする人が近づいてくるかもしれませんね。なのでそういう意味でも、あんまりキョロキョロしない方がいいかもしれませんね。はい。8つ目は、うろうろです。うろうろは、目的がなく歩き回る様子です。例えば、駅の周りをうろうろした。スーパーで何を買うか決まらなくてうろうろした。暇だったので街をうろうろした。うろうろはうろつくというね、言葉から来ているんだけど、うろつくっていうのは、さまよう、あてもなく歩くことを言います。なので、そのうろつくからうろうろっていうね、言葉が来てるかなって思います。ちょっとね、お化けみたいな感じでね、こうやって、街中をね、あてもなく歩いてるみたいな、そんな感じですね。はい。先ほどのキョロキョロは目が動くイメージでしたが、うろうろは体が動くイメージです。この違いを覚えておくと、とても自然な日本語になると思います。9つ目、スイスイです。スイスイは何も邪魔されず気持ちよく進む様子です。例えば、今日は朝早かったから電車も空いていてスイスイ移動できたねとか、今日は道路が空いていて車がスイスイ走っている。人だけではありません。実は仕事にも使えます。今日は仕事がスイスイ進んだ。つまり思ったより順調だったという意味です。反対になかなか進まないときはスイスイとは言いません。10個目はノロノロです。ノロノロはとてもゆっくり動く様子です。そしてね、少しイライラするような遅さかもしれません。例えば、前の車がノロノロ走っていたので、クラクションを鳴らしたとか、朝は眠くてノロノロ準備しているとか、亀がノロノロ歩いているとか、もし今日は仕事がノロノロ進んだと言ったら、思うように進まなかったという意味になります。スイスイはなんとなくね、魚が、なんていうのかな、海流に乗ってスイスイ進むみたいなイメージですね。一方、ノロノロはやっぱ亀みたいな
ゆっくりした生き物がゆっくり動いていくような、そんな、イメージかな。なので反対の意味として覚えるといいと思います。11個目はコツコツです。コツコツは毎日少しずつ努力を重ねることです。日本ではとても大切にされている考え方です。例えば、毎日コツコツ日本語を勉強しています。コツコツ貯金しています。一日で大きく変わることはありません。でも、毎日続ける。それがコツコツです。皆さんも日本語をコツコツ勉強しているから少しずつ話せるようになっていると思います。12個目はぐんぐんです。ぐんぐんは勢いよく成長したりどんどん進んだりする様子です。例えば日本語がぐんぐん上達してきた。子供がぐんぐん大きくなった。植物がぐんぐん育っている。コツコツは努力する様子でしたが、そしてその努力の結果、大きく成長することをぐんぐん伸びると言います。皆さんも毎日コツコツ勉強しているので、きっと日本語がぐんぐん上達しています。ぐんぐんはね、本当に子供がぐんぐんって毎日毎日背が伸びるみたいな、そんなイメージですね。子供とか植物が。そこからやっぱそれだけね、速いスピードで何かが進んでいるような様子を表します。13個目はギリギリです。ギリギリはあと少しで間に合わない。あと少しで失敗する。そんな境界を表す言葉です。日本人はこのギリギリを本当によく使います。私も多分1週間の中で何回か使っていると思います。例えば、ギリギリ電車に間に合ったねとか、これはあと数秒遅かったら乗れなかったという意味です。他にも、締め切りギリギリで宿題を出したとか、飛行機にギリギリ間に合ったとか、そんな使い方もあります。逆に間に合わなかったときは、うわー、ギリギリ間に合わなかったね。そんな風に言うこともできます。そして日本人はよくギリギリセーフという言葉を言います。危なかったけど、なんとか大丈夫だったという意味です。皆さんは締め切りギリギリで宿題を出したことがありますか？ 14 個目はぎゅうぎゅうです。ぎゅうぎゅうは人や物が隙間なく詰まっている様子です。例えば、朝の電車はぎゅうぎゅうだった。東京へ来たことがある人なら一度は見たことがあるかもしれませんね。電車の中に人がたくさんいて動くことも難しい。そんな状態です。他にもスーツケースに服をぎゅうぎゅうに詰めた。本棚が本でぎゅうぎゅうだ。こんな使い方もできます。日本へ旅行するとき、お土産をたくさん買うと帰る頃にはスーツケースがぎゅうぎゅうになっているかもしれませんね。続いて15番目はつるつるです。つるつるは表面が滑らかで引っかかりがない様子です。例えば、この床はつるつるしている。雨の日には滑らないよう気をつけてくださいという意味で使うこともあります。そして日本では
食べ物にもよく使います。うどんはつるつるしていて美味しい。そうめんはつるつる食べられちゃうねとか。夏になると日本では冷たいそうめんを食べる家庭が多いです。つるつるつるってね、食べられるので暑い日にはぴったりです。ところで、この言葉、髪の毛にも使えます。頭がツルツルになった。わかりますか皆さん。つまり、とても、滑らかで綺麗になったっていう意味ですね。頭がツルツルっていうと、髪の毛が一本もないようなね、摩擦がないような綺麗な髪の毛が生えていない状態のことを言います。時々ね、つるっぱげなんていう風に言ったりもするんだけど、つるつるっていうとそういうイメージがありますね。はい。まさにね、こんなマウスのような、頭の人、つるつるでね、光っている人もいるかもしれません。はい。16個目は、ネバネバです。ネバネバは、糸を引くような粘り気がある様子です。例えば、納豆はネバネバしている。オクラもネバネバしている。山芋もネバネバしている。日本人は本当にネバネバした食べ物が大好きですね。外国の方の中には少し苦手っていう方もいると思うんですけど、食べ慣れると意外と美味しいと思います。もちろん日本では体にいいと言われることが多く、夏になると特に食べられます。ちなみにネバネバした性格っていうとね、ちょっとネガティブなイメージがありますね。ちょっとしつこい人みたいな。粘着質っていうのかな。ネバネバした性格。あんまりいい意味じゃありませんね。はい。ただ、日本人は本当にネバネバの食べ物が大好きです。続いて、17番目は、パリパリです。パリパリは、薄くて軽くて、噛むと気持ちよく割れる、そんな様子です。食べ物によく使います。例えば、この海苔はパリパリしている。海苔が湿っていなくて気持ちよく割れる状態ですね。例えば、コンビニのおにぎりを食べるとわかると思うんですけど、いつでも海苔はパリパリですよね。本当にすごい。あとは他にも、餃子の皮がパリパリだったとか、鶏肉の皮がパリパリだったとか、そんな使い方をします。日本人は食べ物の美味しさを表現するときに、たくさんのオノマトペを使います。これサクサクで美味しいとか、パリパリですねとか、カリカリですねとか、ちょっとネバネバしてるみたいに。少しずつ意味が違うので面白いですよね。覚えるの大変だと思いますけど、一般的にパリパリは薄くて何かね、海苔みたいなものがパリパリ食べた時にパリパリと音がする、そんなものになっています。18個目はトロトロです。トロトロは柔らかくとろけるような状態です。例えば、チーズがトロトロだとか、半熟卵がトロトロしているとか、この角煮はトロトロだとか、ちょっとイメージ的にはとろけているような様子、溶けていっちゃうような、そんなイメージかもしれないですね。日本ではラーメンのチャーシューにもトロトロという言葉をよく使います。長い時間煮込んで口の中でとろけるくらい柔らかい、そんなイメージですね。ちなみにトロトロしてるっていう風に人に言うこともあります。意味は動きが遅いねっていう意味ですね。早く準備してトロトロしないでみたいな。
そんな時はちょっとね、厳しい言い方になりますが、同じオノマトペでも人に使うのか食べ物に使うのかで意味が変わるのは面白いですね。19個目はニヤニヤです。嬉しいことや秘密があって一人で少し怪しく笑っている様子です。例えば、スマホを見ながらニヤニヤしている。何をニヤニヤしているのと友達に聞かれたとか。大きな声で笑うわけではなく、口元が少し緩んで、ふふふという感じでね、一人で笑っているようなイメージです。例えば誰かから嬉しいメッセージが来たりとか、好きな人から連絡が来たりとか、ちょっとね、くすっと笑えるような面白い動画を見ているのかもしれません。周りの人は理由がわからないので、何をニヤニヤしているのということがあります。ここでニコニコとの違いを覚えておきたいんですが、ニコニコは明るく優しい笑顔です。周りの人も幸せな気持ちになります。一方、ニヤニヤは少し秘密があったり、時には少し怪しい笑い方にも聞こえます。だから、あの人なんでニヤニヤしているんだろうというと、少し不思議そうなニュアンスになります。日本のアニメやドラマでも悪役やいたずら好きなキャラクターがニヤニヤしている場面をよく見かけます。なので、ニコニコとニヤニヤはどちらも笑っていますが、受ける印象はかなり違います。20個目はぼーです。ぼーは何も考えずにぼんやりしている状態です。例えば、電車でぼーっとしていた。朝はコーヒーを飲むまでぼーっとしている。疲れているとき、眠いとき、考え事をしているとき、そんなときによく使います。でも少し気をつけてほしいことがあります。例えば、ぼーっとしているねと人に言うと、ちゃんとしてとか集中してという意味に聞こえることがあります。なので、自分のことを言うときの方が使いやすいです。今日は少しぼーっとしています。これはとても自然な表現です。さて、今日は日本人がよく使うオノマトペを20個紹介してきました。皆さんはいくつ知っていましたか？そして今日初めて聞いた言葉はありましたか？日本語にはオノマトペが4000種類以上あると言われています。もちろん全部覚える必要はありません。でも今日紹介した20個は日本人が日常会話で本当によく使う言葉ばかりです。まずは1日1つでもいいので実際に使ってみてください。例えば、今日はちょっともやもやする。明日の旅行が楽しみでそわそわする。毎日コツコツ勉強しています。ギリギリ電車に間に合いました。こんな短い文章でも大丈夫です。言葉は使えば使うほど自分のものになります。皆さんもぜひ今日から使ってみてください。そしてコメントで教えてください。今日紹介した20個の中で一番好きなオノマトペは何でしたか？また、このオノマトペも知りたいというものがあれば、ぜひコメントで教えてください。もしかしたらパート3を作るかもしれません。
それでは今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。皆さんおやすみなさい。